チップのない日本。チップを払わなくてもよりいい素晴らしいサービスを提供する日本人には理解しにくいところがあるかもしれないけど、チップ制度というのは完全におかしくなってきた。日本を見て、なんでアメリカに同じようなサービスがないな。チップは払わされてるのに同じレベルのサービスがないのかと。ちょっとした疑問として感じたところなんですよね。ということについて今日はちょっと説明したいと思います。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そして Twitter X ですよね。Instagram のフォローも YouTube で見れないコンテンツもいろいろあるので、ぜひそちらの方のフォローもよろしくお願いいたします。テキサス州プレノシーにあるジャパニーズカフェは先日オープンしたので、その動画もあるので、ぜひ見てください。アメリカ人として本当にもうチップに関してこの何年か前からもうショック受けてます。日本からアメリカに長年も行ったり来たりしている日本人も多分今のアメリカのチップ制度を見て完全に変わったと思っている人は少なくはないと思います。昔あった当たり前なところにチップを払うというところをもうどこでもどういう環境だとしても、持ち帰りだろうが、そこで座って食べるだろうが、サービスがあるかないかって全く関係なく、勝手にもう、どのレジのところにチップの画面が出てくる。18% からもスタートするようになった。20%、25%。ロサンゼルスとか他の都会のところで20%、25%、30%まで狙おうとするチップのところが多いです。本当にもうアメリカの中でも、スティーブだけじゃなくて、アメリカ国民、いろんな方、年上から、本当に若い人まで、何かがおかしいんじゃないかと感じてる人が多いと思います。日本大好きな俺、日本に90年代、また2000年代から行ったり来たりしている日本に住んでた経験のある日本のサービスの良さ、チップなしのサービスの良さのわかるスティーブと、アメリカ人のスティーブ。新しいカフェをオープンとともに、ちょっと考え方がいろいろ変わってきたんですよね。チップに関しては。初めてカフェのオーナーになりました。日本の美味しいものを出していこうということで、大判焼き、回転焼き、今川焼きですよね。そしておにぎり、ドリンクなどのものを感じのいい、楽しい、可愛いカフェで出すことにしました。ちょうど1ヶ月ぐらい前にオープンしたばかなんですが、オープンする前からチップはどうするかと。やっぱりもう今もね、レジを買うと、チップの画面がもう出てくるようになるんですよね。ということは、クレジットカードをレジに入れて、今度支払おうとするときに、何より先にチップの画面が出てくる。で、そこでそのレジのところにね、いるアメリカ人、お兄ちゃん、お姉ちゃんでも、こういう顔じゃなくても、こういう目で見られたら、なんでチップ払わなきゃいけないのって頭の奥にあるかもしれないんだけど、その顔を見せたら、何されるのか、何をドリンクに入れられるのか、どういうふうに見られるのか、どう思われるのか、などのこともやっぱり頭にもあるので、チップを払うしかないんじゃないかというふうに思わされる。チップを払わされるような感じになってしまう。そのレジの前で立って待っているお姉ちゃん、お兄ちゃん。チップはね、払われるか、追加されたのか。ね、その端末が見えなくても、自分の目の前の画面に出てくるから、バレちゃうんだよね。チップ払わないと。でもなんでこんな高いものはね、買っちゃったのに何にもサービスとか当たり前なことじゃないの？なんでチップ払わなきゃいけないのって。もうその立場から考えるとすごい嫌なところあるんじゃないかと思って、ちょっと違う考え方になったんですよ。変わったんですよ。昔のことを思い出しました。日本に住んでた90年代。アメリカ人としてやっぱりマクドに何回も行ったことがあって、印象的だったのは、スマイルが0円で、わざわざそれメニューに書いてあったことが、アメリカにないなぁとまず思って、アメリカの場合はチップ払っても、スマイルがあるかないかと限りないんだよね。チップ払ったからってもっと対応がいいとかと限りない。っていうことは、その働いてる方が、チップのためだけに働いてることになっちゃうので、嫌なんだよね。マクドナルドの
バイトでやってる人でもどんなに辛くても、スマイル、笑顔、いらっしゃいませ、挨拶、日本のおもてなし。どんなにファストフードだろうが、その気持ちがすごい印象的だったね。残ったんだよ、自分には。なんでアメリカにないかっていつも思うんだよね。いつも日本にいてアメリカに帰ってくるたんびに遠くにある日本を見て、なんでアメリカに同じようなサービスがないな。チップを払ってるのに、払わされてるのに、同じレベルのサービスがないのかと。ちょっとした疑問として感じたところなんですよね。なので、星ジャパニーズカフェのメニュー、下の方に、おもてなし、ジャパニーズホスピタリティ、おもてなしとスマイルを$0で提供することが上に書いてあります。そしてレジの端末にもチップの画面が出てこないように設定しました。変えました。デフォルトはチップが出るようになってるんですが、それをオフにする方法もあったので、オフにしました。それで、スタッフ。その環境の中で働くスタッフを雇わなきゃいけないことになったんですよね。面接を受けていろんな若い人がね、に会ったりとかすることの中で説明したんですよね。うちのカフェの中でチップなしで、チップを一切期待しない、チップを要求もしない、チップを払わせるような考え方がまず一切ない。入ってきた時から元気な挨拶で、Hello, welcome to Hoshi! って元気な挨拶する。笑顔でみんなに挨拶をすると、説明をすると、これが美味しいですよ、おすすめとかってお客さんと話をすると。最後にチップ画面なしでやると。ということを説明したら、納得にいかないアメリカの若者も何人かがいましたよね。嫌だと感じた人もいたかもしれないし。うちのカフェは基本的にカウンターで注文を入れて、お客さんの前までもお届けする。チップなしで挨拶を込めてありがとうございました。Thank you very much. Thank you for coming to Hoshi. See you again. Thank you very much. Bye bye って元気な挨拶。みんなそれできないと、うちのHoshiでは働けないというアプローチなんですよ。こういうアプローチはアメリカに他にあるのかはわかりません。多分あんまりないと思うんですが、1ヶ月前にオープンして、おかげさまで正直にお客様からも、いや逆にね、チップはね、要求されないから、チップの画面が出てこないからこそ、こんなにいいサービスしてもらえると、チップ払いたい逆にという方もいます。いや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 、いらないですって、どうしても払いたい方がいると、もうそのチップ分をいただいて、その時にいるスタッフに配ります。もう働いてる若者にとっても、多分他ではアメリカ国内で勉強できないような勉強になっていると思います。アメリカ人のスタッフでは多分こういう環境、周りの人たちみんな気遣いもあって、お互いに専門とかがないんです。みんな一人一人は何でもする。挨拶することを、レジをすることを、トイレの掃除をすること、大判焼きを作ること、おにぎりを作ること、お互いに助け合うことが、ちょっと日本的な環境を作りたかったんですよね。おかげさまでその環境がなんかいい感じになって、メニューも気づくアメリカ人もいるんですよね。日本に行ったことがある。あれもしかしたらマクドナルドのあれですかという感覚で、そうなんですよって。やっぱりそういうイメージ、そういう考え、そういうサービスをアメリカで提供したいなっていう、スティーブ的な気持ちですよね。チップ制度の全くおかしくなったアメリカの中で日本的な考えがあって、それ自分の小さなお店の中で主張することによって、少しながらでもなんか周りに影響があるといいなっていうところは少しありますよね。やっぱり、日本に行ったからこそ、いろいろ日本のいいところを見て、日本に今住んでないからこそ、遠くから日本を見て、こういうところも自分の国に足りない、勉強になってない、それから忘れたサービス精神を、またちょっと日本的にオファーしていくことを決めてよかったな。
と思います。このままでまっすぐに走って頑張っていきたいと思います。皆さんの応援もよろしくお願いいたします。スティーブ的視点の独自のグッズもあります。そのうち星の独自のグッズも売りに出すので、Amazon Japan、そして StevePOB.jp にこういう T シャツ、やっぱり日米のサムズアップの感じとステッカーなどなどの面白い商品もあります。キャップもあるので、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つの考えがあって、日本国内、大都市だけじゃなくて、行ったことないところ、スティーブのオフ会、特別講演会みたいなのが開いたらどうかなって。ご参加いただける方いらっしゃいますでしょうか。駐車場付きで車好きと限れない日本好き、アメリカ好き、これからの日本のためとアメリカのためにも、ちょっとみんな集まってこう話する価値があるんじゃないかなと思うので、いかがでしょうか、その考えが。チャンネル登録をよろしくお願いします。これからのそういう予定と、もし実現できるようになったら、コミュニティとまた動画にしますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。日々前進前向きに、サムズアップ的に笑顔でやっていきましょうね。よろしくお願いします。ではまた次回まで。失礼します。